それでは早速、ニラ1羽の下準備から始めていきます。まずは、包丁を握って、根元部分で揃えたら、切り落とします。ここは硬くて食感が悪いので、取り除いておくと食べやすくなりますよ。切った後は細かく刻んでいきます。大きいままだと食感にムラが出るので、しっかり刻んでおくと仕上がりが滑らかになりますよ。ところで、ニラには疲労回復を助けるアリシンが豊富に含まれています。また、ビタミン A やビタミン C も含まれていて、免疫力アップの効果も期待できます。さらに、体を温めて血行を良くする働きもあるので、肩こりや腰痛対策にもおすすめですよ。刻み終えたら、包丁についたニラもきれいに落としておきます。また、手やまな板などに散らばったニラも集めておきます。無駄なく使い切りたいと思います。刻んだニラは、スケッパーを使ってボウルに移します。細かいものもしっかり集められて便利ですよ。次に、鶏ひき肉 400g をニラを入れた耐熱ボウルに加えていきます。調味料を準備したら加えていきます。まず、酒大さじ2。ひき肉の臭みを消してふっくら仕上げる役割があります。次に、片栗粉大さじ2。具材をまとめてくれて、つくねが崩れにくくなりますよ。最後に塩1つまみ。味を引き締めてくれる大事な基本の調味料です。加え終えたら、調味料を戻し、粘りが出るまでよく練り混ぜていきます。この作業はやっぱり手で練るのが一番です。力加減もわかりやすくて、かつしっかり混ぜることができます。おっと、この時、味の決め手になる生姜を忘れていたことに気づきました。生姜チューブを取り出しました。私はこのおろし生生姜がお気に入りです。15センチほど使います。もう一度よく練り混ぜていきます。ところで、今回の鶏ひき肉は鶏ももと鶏胸肉を半々にしています。そうすることでジューシーさとあっさり感がうまく調和し、どちらの良さも活かせるので食感もバッチリになりますよ。十分粘りが出たら出来上がった肉ダネは一旦このまま置いておきます。続いて合わせ調味料を作っていきます。まず、みりん大さじ4。甘みとコクを加え、照りを出してくれますよ。続いて、醤油大さじ2。塩分とともに旨味をしっかり引き出してくれるので、味に深みが出ますよ。最後に砂糖小さじ2。全体の味がまろやかになり、甘じょっぱさのバランスが取れます。しっかり混ぜることで調味料の甘みや旨みが均等に広がりますよ。全体が調和して照り焼き風味の完成です。フライパンにサラダ油大さじ1を入れて中火で熱していきます。フライパンが温まったら軽く揺すって広げます。フライパンが温まったところで、調理スプーンとターナーを使って肉ダネを小判型に整えていきます。手を汚さずに形も揃いやすくておすすめですよ。フライパンの外側から先に並べていきます。
中央は火が強いので、最後に置くことで焼き加減に時間差をつけて、全体が均一に焼けるように調整していきますよ。並べ終えたら2分ほどこのまま焼きました。ひっくり返してみるといい焼き色がついています。見た目だけでも香ばしさが伝わってきます。上下を返し終えたら蓋をして弱火にして焼いていきます。時間を短縮してお見せしています。4分ほどこのまま焼きました。蓋を開けた瞬間、ニラの香ばしい香りが一気に立ち上りました。焼き目を確認してみるとバッチリついています。合わせ調味料を加える前に中火に戻して、フライパンが中火になったところで合わせ調味料を回し入れていきます。ふわっとに音が食欲を示します。ここから照り焼きの仕上げに入りますよ。何度か肉種を返しながらタレをしっかり絡めていきます。照りが出てきて美味しそうになってきますよ。ところで照り焼きは醤油とみりんを使った甘じょっぱいタレで料理を仕上げるスタイルのことです。醤油は塩味と旨味を、みりんは甘みと照りを与えて食材に美味しさと光沢を加えてくれるんです。タレが絡んで照りが出てきたらいよいよお皿に盛り付けていきます。青いお皿に盛り付けることで緑のニラと茶色の照り焼きのつくねが鮮やかに映えます。照り焼きのタレは余すことなくかけることでツヤっとした仕上がりになります。より一層美味しさが引き立ちますよ。お皿の中で少し位置を調整して盛り付けのバランスを整えました。お皿の周りのタレを拭き取って見た目も綺麗に整えたら完成です。スプーンにすくいました。照り焼きの甘じょっぱさ、ニラの香り、鶏ひき肉のジューシーさが絶妙に絡み合って深みのある味わいに仕上げることができました。ニラつくね照り焼き、簡単に美味しくできました。材料や作り方は概要欄に記載していますので、ぜひ確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録や高評価をいただけると嬉しいです。